どうもこんにちは、サビトです。今回は8月4日から最強ジャンプで連載がついに始まった現代版鬼滅の刃、鬼滅学園の第1話で現代の善逸が刀なしで霹靂一閃を使用できた理由について考察していきたいと思います。鬼滅学園と最終話までのネタバレ含みますのでご注意ください。それでは早速見ていきましょう。8月4日、ついに発売した最強ジャンプで連載が開始された鬼滅学園は鬼滅の刃のキャラクターたちの現代での学園生活を描いた物語で、今月からついに連載が開始されることになりました。その中でもこれまでの鬼滅学園には決して描かれていなかったとある要素が今回初めて描かれていたんですが、皆さんはお気づきだったでしょうか。その要素こそ呼吸なんですね。呼吸とは戦国時代に頼一が鬼殺隊に伝授した技で、日輪刀と組み合わせることで攻撃力を強化するものでした。呼吸には様々な種類があって鬼殺隊にはなくてはならないものだったということは皆さんもよくご存知だと思います。そんな鬼滅の刃の作中において超重要な要素となるこの呼吸なんですけど、実はこれまでは本編だけでしか描かれていなくて、鬼滅学園の方では過去たった一度も登場したことがなかったんですね。これ現代で日輪刀がないから当たり前って思うかもしれないんですが、実はこれ非常に面白いのが、鬼滅学園のキャラクターたちが登場することが公式に発表されている2021年発売予定の鬼滅の刃の対戦ゲーム日の神血風譚、こちらで登場する鬼滅学園のキャラクターたちの攻撃技の一部っていうのがすでに紹介映像として見ることができるんですね。そしてなんとその映像の中でもたった一度も全てのキャラクターたちが呼吸を使用した戦闘っていうのは行っていませんでした。動きは呼吸を使用した技と非常に似てるんですけど、大使たちの戦闘時と比べてみると呼吸の型っていうのを口にしていないんですね。つまり鬼滅学園のキャラクターは数年間ゲームも含めて過去一度も呼吸を使用した描写っていうのがなかったというわけになるんですね。ちなみになんですけど、原作を含めるとさらにすごいのは、鬼滅の刃という作品全てを通して刀なしで呼吸を使うというシーン自体が初めてのことになるんですね。そんなシーンが描かれたのが8月4日に発売した最強ジャンプで連載が開始した鬼滅学園の第1話だったわけですね。ここでついに刀なしで呼吸を使うキャラクターが登場したわけなんですが、そのキャラクターこそが善逸でした。善逸が呼吸を使用したのは炭治郎と一緒に義勇さんから遅刻免除の証明書を取り返すシーンだったと思います。炭治郎が義勇さんの気を引いている間に、善逸が義勇さんのジャージのポケットから証明書らしき紙を抜き取るという作戦で、2人は見事その紙を取り返すことに成功しているんですね。そしてそのシーンで善逸っていうのは霹靂一閃を使っていたわけなんです。もちろん日輪刀は持っていないので攻撃性自体はないんですが、霹靂一閃の速さだけを生かして紙を取り返すことに成功しています。鬼滅学園の義勇さん自体ももちろんちゃんと強くて、伊之助を一瞬でぐるぐる巻きにしてしまうほど現代でも力強いキャラクターとして描かれていたわけですが、さすがに呼吸を使った霹靂一閃には義勇さんも対応できなかったというわけなんですね。ではなぜ鬼滅学園の善逸は呼吸を使用することができたんでしょうか。そもそも世界観として鬼滅学園は宇髄さんが教室を吹き飛ばしたりしているので、普通の学校生活では起こりそうにないことっていうのも鬼滅学園では普通に起きるわけですね。ですが基本的には現代という時代背景に沿ったストーリーが展開されていることは間違いありません。例えば炭焼きだったかまど家っていうのが同じく炭やかまどを使うパン屋になっている。合わせて家庭環境もキャラクターの特徴と合わせてきているというわけになっていますし、炭治郎の耳飾りもアクセサリー扱いになっているので学校への持ち込みは禁止されているということが公式で明らかになっています。なので非常に現実の学校と校風を近づけている作品の世界観であるということがわかると思います。そのため現代に存在しない呼吸というものは本来であれば鬼滅学園でも登場することに違和感があると考えることができます。そもそも呼吸って鬼を殺すための技として身につけていたのに、鬼がいない、ましてや無惨様すら人間として政治家になっている時代に一体どうやって何のために覚えたのかという話になるわけです。ですが今回の鬼滅学園には明確に呼吸が登場しました。ここまで語った通り多少違和感があるんですが、実は鬼滅学園の世界線においては呼吸が存在するという可能性はしっかりと残されていたんですね。なぜならそもそも冒頭で春日井ガラスがいるからですね。鬼殺隊の春日井ガラスは言葉を話すカラスとして伝達係を担っていたんですが、これまでの鬼滅学園には特に登場していませんでした。ですが今回の鬼滅学園では冒頭のページで登場して、しかも鬼殺隊の時と同じように人間の言葉を話しているんですね。カラスが言葉を話す
すというのは現実にはまずありえないんですが、今回の鬼滅学園においてはそういうことも起きるということが描かれているわけですね。つまり鬼滅学園という世界観は現実には存在しない鬼滅の刃の呼吸だったりとか、喋るカラスというのも存在するような世界観で物語が進行していくだろうということが分かってくるわけです。まあこれ何が分かるかっていう話なんですが、現代の鬼滅学園で呼吸なんか使えるわけがないじゃないかっていう話ではなくて、現代でも呼吸が使える世界観で今後鬼滅学園が連載がされるということが非常に大切な要素になってくるわけです。これが分かっていれば今後善逸以外にも呼吸を使用するキャラクターが出てくる可能性は非常に高い、まあほぼ間違いないだろうと言い切ることができますし、今後の物語の展開として、例えばカナオが動体視力を強化してスポーツで勝ちまくっているとか、忍さんは公式でフェンシング部に所属していることが分かっているので、虫の呼吸のような突き技が生かされて無敵状態だとか、そういう展開が予想できるということになるわけですね。逆に言えば鬼滅学園では原作鬼滅の刃では決してありえなかった呼吸の使い方を見ることができるという風な連載の方針であることがわかるわけです。ファンとしては非常に楽しみな展開だと思います。ちなみになんですけど、本編の鬼滅の刃の現代編では呼吸はしっかりと現世、つまり炭治郎たちの子孫の時代まで残されているわけですね。ここでの呼吸は神楽となっていて、かまど家が受け継いできた日の神神楽という風な形と同じように他の呼吸全てが神楽として受け継がれているということが明らかになっています。産屋敷家は年に一度この神楽を集めて奉納するという行事を行っていることも同時に明らかになっていたと思います。つまり現代編は鬼滅学園とはまた別の世界線になるのですが、どちらの世界でも呼吸が存在するということが今回の鬼滅学園では判明したという風になるわけです。まあ当たり前ですが、鬼滅学園と原作の未来編というのは明確にパラレルワールドであるということがここではっきりとわかるというわけになりますね。他にも現実には存在しないものとしては鬼も挙げられますが、鬼は存在しないものとして扱われているわけなんですね。これは先ほどもお話しした通り、無惨様が人間な時点で確定しているわけなんですが、元鬼のメンバーたちに関しても一部ちゃんと人間になっているんですね。例えばなんですけど、ダキとか牛太郎とか赤座なんかは人間だった頃と全く同じ姿で登場していて、さらには炭治郎たちと同じ学校の生徒になっていたりします。なので人間と鬼ではなくて、同じ学校の生徒として炭治郎たちと鬼たちの交流が鬼滅学園では見られることが分かっています。国志望、泣き目、海学も無惨様の手下となっていて、泣き目は教頭、海学は生徒として学園に潜入していることが明らかになっています。鬼滅学園の理事長となった親方様と無惨様は相変わらず戦っているみたいですね。海学が今回の鬼滅学園の第1話に少しだけ登場していましたが、実はこれはスパイとして学校に潜入しているところだったということが明らかになっています。海学は本編では善逸の兄弟子だったわけですが、鬼滅学園の善逸とはどんな関係なのかは明かされてはいません。そもそも善逸と海学の育ての桑島さんっていうのは鬼滅学園にはまだ出てきていないので、今後どういった形で関わるのかということがまだ分かっていないという状態なわけですね。なので善逸と海学がもし兄弟弟子という設定であるならば、桑島さんの下で一緒に何か習い事をすることになったりとか、桑島さんが善逸と海学の近所に住む雷親父的な立ち位置で2人と関わってくるというような展開もありえそうだなと思います。実際本編の方の未来編では鱗滝さんと桑島さんに関しては近所のおじいちゃんというような設定で転生していることが描写されていたと思います。それ以外のメンバーでいうと、禰豆子、カナオ、玄也、忍さん、煉獄さんや宇髄さんなどおなじみのメンバーたちは今回の第1話にはあんまり登場していないんですね。っていうかこのメンバーたちが呼吸を使ったりとか、ましてや鬼の才能なんかを活かして学校生活を送るという風になったら学校の方が持たないですね。もしかしたら炭治郎の耳飾りを学校のルールで禁止しているように、本当は学内での呼吸の禁止というようなルールがあったりするのかもしれません。そもそもよく考えると鬼滅学園って非常にクラスの数が多いんですよね。なので本編に登場している炭治郎たちのようなキャラクター以外の生徒も学校の中にはいるという風になるわけです。もしかすると鬼滅学園に所属している学生たちは全員呼吸が使えるみたいなとんでもない学校になっている可能性もありますし、学校の中でも特別な才能がある炭治郎たちだけが呼吸という形ですごい高い身体能力があるみたいな扱われ方をされているだけなのかもしれません。この辺は今後物語が進行していけばよく分かってくるんじゃないかなと思っているので、ファンとしては非常に楽しみに待っていたいと思います。
いかがだったでしょうか。また次回は来月の9月の方に連載が掲載される予定になっています。そして9月は第2話の公開とともに、9月末には無限列車編の初の地上波放送など新展開が控えています。おそらくアニメ2期の放送も10月から始まりますので、来月以降はかなり鬼滅の刃の新展開が多く見られることが分かっています。ファンとしては非常に楽しみな展開ですね。それでは今回はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。